年の10月11日にオープンした、日本初の、常設大型総合 LGBTQ センター、プライドハウス東京レガシーのスタッフの我々が、コロナ禍における緊急事態宣言中、センターが行っているコロナ対策や、これからのことについて今日はお話ししていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。お願いします。まずは本日のメンバーを紹介します。私は鈴木茂義と申します。小学校の先生をやりながらレガシーのスタッフも、やっています。みんなからはしげさんとか、しげ先生というふうに呼ばれています。皆さんもお好きなように呼んでいただけたらと思います。よろしくお願いします。お願いします。もう一人、あかねさんをご紹介します。どうぞ。お願いします。同じくレガシーのスタッフ、高坂あかねと申します。先月までアメリカのユースセンターで有色人種で LGBTQ+ のユースとその家族へのメンタルヘルスのサポートをセラピストとしてやっていました。今は日本にいます。あかねさん、日本に、来てどうですか、最近の調子は。そうですね。アメリカでは去年の2020年の3月からずっと 98% はリモートワークでセラピーをしてきて、9ヶ月ぐらいずっとお家にいる時間がほとんどの毎日だったので、それからちょっと日本に来て、ああいうことやりたい、こういうことやりたいって思ってたんですけど、やっぱり日本に来てもコロナ禍なのは変わらなくて、割とじーっとしてるんですが、散歩がすごく好きなので、レガシーの近くに大きな公園があるので、絶対そこに行きたいなって思ってます。しげさんはどんな感じですか？はい、私もですね、最初の緊急事態宣言では学校もお休みになってしまって、お家で、過ごしていることも結構あったんですけれども、2回目の緊急事態宣言では、学校も普通に、始まっています。子どもたちも登校しています。なので毎日仕事に行ってるんですけれども、やっぱり僕も外に出てリフレッシュするのが好きなので、天気のいい日に新宿御苑を散歩するのはやっぱりこれからも楽しみだなというふうに思ってます。私も楽しみです。またね、気兼ねなく外出できる日がね、来るように、それまでは、今日の話にも関係あるんですけれども、レガシーに来ていただいたときには、安全、感染予防対策をお互いにしっかりして、安心安全に過ごせたらなっていうふうに思いますね。はい。それではですね、早速なんですけれども、今回レガシーも一時、休館ということでお休みをいただいていたんですけれども、1月の23日から、対策を講じて、再オープンしました。どんな対策を行っているのか、説明したいと思います。この後ですね、館内の様子を、動画などでご紹介したいと思いますので、少々お待ちください。それでは、館内の動画の共有をお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、こちらがですね、プライドハウス東京レガシーの、通り、表通りからの、入り口になります。階段を上がっていただいて、右手に入っていただくと、まずですね、自動で体温が測定できる、検温器がありますので、こちらの方で、検温をお願いいたします。ちょっと立ち止まっていただけると、自動で体温を測ってくれて、音声でお知らせしてくれます。その後はですね、スタッフの方でも声をかけるんですけれども、手指の消毒も、お願いしております。館内はこのような感じになっています。この日はお天気が良かったですね。そうですね、今日はちょっと曇りでしたね。じゃあ次の、動画の方もよろしくお願いします。
2本目の動画、今共有いたしますのでお待ちください。あかねさんは今日レガシーから、参加してくださってますよね。はい。そしてレガシーにはさっきご覧いただいたのは一番大きなスペースなんですけれど、私がいるのは配信ブースになっています。次の動画来ましたね。はい、ありがとうございます。レガシー館内にはテーブルがあって、こちらで過ごしていただくことができます。パーテーションを設置してですね、対面でお話をするときに、飛沫が飛ばないように、このような防止の、パーテーションが置いてあります。またテーブルの方もですね、定期的に、アルコール消毒で、除菌をしております。はい。今日も何度も除菌をしました。ありがとうございます。レガシーで勤務しているとね、テーブルのスペースでこう静かに本を読んだりですね、お友達と来て、仲良く談笑したりしている方もいらっしゃいますね。次は3本目の、動画です。こちらはですね、スタッフが、仕事をしている、キッチンスペースのようなところがあるんですけれども、そこと、テーブルのスペースの間にはですね、透明なシートを下げていてですね、こちらの方でも飛沫が飛ばないように、シートで、防御しています。このシート越しにスタッフとお話しすることも、可能ですので、お互いの飛沫が飛ばないようにという注意が、そういうシートの設置がされています。はい。まだまだ、対策、していることがあります。次の動画ご覧ください。はい。こちらはですね、レガシーの中でも人気のある、LGBTQ のライブラリーコーナーなんですけれども、たくさんの方が、本を手に取るので、その本を手に取る前にアルコールの消毒をお願いしています。またどうしてもこの、スペースにですね、人が集まる、多く密集する、瞬間もありますので、その時は、距離を取っていただくようにスタッフの方でも声をかけております。はい。以上がですね、プライドハウス東京レガシーの感染対策の、これもまだまだ一部なんですけれども、こちら館内に設置されているエアコンですね。で、このエアコンだけではなくですね、館内には3カ所の、換気扇が設置されています。そしてですね、個室、相談室の個室と配信ブースは個室になっているんですけれども、そちらのエアコンは、空気清浄や空気の、換気の機能がついたエアコンを、活用しています。換気扇と併用しながら館内の空気を循環するようにしています。また窓も設置されていますので、だいたい30分に1回ぐらい、5分程度の換気をしてですね、館内の空気を巡回させています。早速、あかねさん、今日だいぶ換気をしてくださったというふうに聞いてますけれども。そうですね、アラームをかけて30分に1回5分間窓を開けて換気をしています。ありがとうございます。はい、もしかしてご来館の方寒すぎたりするのかなと思ってたんですけれど、ちょうどいい長さですごく寒くもならず、割といい感じに換気ができているんじゃないかなと思います。ありがとうございます。ぜひ直接レガシーにいらっしゃる方は、防寒対策も、していただいた上で来館していただけると快適に過ごせるかもしれないですね。そうですね。はい。ありがとうございます。ホームページの方にもより詳しい、レガシーの感染症対策が掲載されていますので、こちらの方もご覧いただければ幸いです。続きましてですね、今回、スタッフの方でもたくさん話し合ってですね、23日の土曜日から、レガシーを再オープンしました。そのオープンの、背景をですね、あかねさんの方に、説明していただけたらと思います。お願いします。はい、よろしくお願いします。
そうですね、今回、レガシーをオープンすることに私たちが決めたのは、昨年2020年の5月から6月の間に、認定特定非営利活動法人リビットさんとプライドハウス東京が行った LGBTQ Youth Today という12歳から34歳までのクエスチョニングの方を含む LGBTQ のユースを対象にしたアンケート調査の結果が書いてあります。これは新型コロナウイルス感染拡大によって LGBTQ ユースがどんな経験をしているのかを把握するために行われたもので、1654名のユースである方が答えてくれたのですが、その調査の中でですね、家もしくは暮らしている場所に同居者といることで起きている困難がありますかっていう質問をしたんですね。で、その質問に、はい、あるというふうに答えた人が全体の 73.1% であるということが分かりました。結構大きな数字ですよね。それでその困難の例をいくつか挙げたいと思うんですけれど、それらは例えば同居者から LGBTQ でないことを前提とした言動がある。同居者に自分のソジーに関するアイデンティティを隠さないといけない。家もしくは暮らしている場所から安心して LGBTQ の友人やパートナーに連絡が取れない。同居者の前で自分の性自認に合った服装や振る舞いをすることができない。あとは家やもしくは暮らしている場所にいても寂しさや孤独を感じる。家や暮らしている場所にいることがしんどいと感じるなどがありました。それで前回と今回の緊急事態宣言では、先ほどしげさん紹介してくれたように、学校も休校にはなっていないし、前ほどすごく長い時間ずっとお家にもしくは暮らしている場所にいなければいけない人ばかりではないと思うんですけれど、今挙げたような困難の例っていうのは、うちにずっといるから急に起こり始めたことっていうことでは必ずしもなく、その前からずっと続いていたものがたくさんあるんじゃないかなと思います。ということを私たちがこの調査をして知る中で、こういうしんどい思いを抱えていて、どうしようもないというような気持ちになったときに、一息つける場所にレガシーがなれたらいいなという思いもあって、私たちは今回レガシーをオープンすることにしました。あとは、今は直接来るのは避けたいと思っている方も、もしかしてレガシーは空いていて、行こうと思えば行けるんだっていうふうに思うだけでも力になったりするんじゃないかなっていうふうにも思います。そしてこうして配信を始めたのも同じ思いです。私たちがこういうふうに発信をすることで、もしかしたらなんか困難とかしんどい思いをしている人が、行かないけどなんかあるのが分かったら嬉しいとか、こういうふうに見れてなんかちょっと安心したとか、行けるんだ、行ってみようっていうふうに思っていただけるかなと思って、こういうふうに企画をしています。あかねさん、ありがとうございます。はい、お話の中でね、やっぱりちょっとほっと一息できる場所っていうのが、やっぱり私たちにとってもユースの皆さんにとってもみんなにとって必要ですよね。はい、思います。そして今すぐにね、レガシーに来られない人も、レガシーが空いていることによって、何かあったらそこに行けば大丈夫とか、なんか今よりもっと辛くなったらその時は行ってみようとか、そういうふうにいつか頼れる場所の一つとしてここが空いているっていうことだけでも価値があるかもしれないですね。はい。そうですね。あと一つちょっとだけまだ時間がありそうなのでご紹介したいんですけれど、例えばレガシー空いてるのを知ってる、行きたい、でもやっぱりちょっといろんな事情で行けないとかいうときに、なんかどんなことをしたらリラックスできるのかなっていうふうに考えたんですけれど、私、今持っている携帯電話、
っとここロゴを隠してるんですけど、後ろが透けていて、ガラス状になっていて、ロゴが見えました。見えるようになってるんですよね。で、そこに私は何も入れてないんですけれど、なんかお友達と撮った写真を入れるとか、好きなアーティストの何らかのグッズを入れるとか、ステッカーを入れるとか、そういうふうにすぐ手元に自分が好きなものがあるっていう状態を作るのも、ほっと一息をつくための一種のやり方だなと思うので、そういうふうになんか自分なりにリラックスできるやり方を探してみてほしいなとも思います。それはなんかすごく大事なポイントで、こう何を見たら自分がご機嫌になるかとか、何が近くにあれば自分の気分が良くなるかっていうのは結構大切なことかもしれないですね。はい。そのね、ご機嫌アイテムというか、ご機嫌プレイスの一つとして、ぜひレガシーを活用してほしいなというふうに思います。よろしくお願いします。はい。またこちら、プライドハウス東京、そしてプライドハウス東京レガシーでは、インスタグラムやツイッター、フェイスブックなど、各種 SNS でも情報発信をしています。ホームページの方にも新しいニュースが、定期的に、更新されていますので、そちらの方もぜひご覧ください。あっという間の配信でしたが、エンディングの、まとめになります。あかねさん、実は今日がね、最初のレガシーからの配信ということで、ぜひ今日これをご覧になっている皆さんに一言お願いします。わかりました。それでは、これからもこういうふうに配信していけたらいいなと思っているので、応援よろしくお願いします。今日はこういうふうに初めての挑戦をしてみて、すごく楽しかったです。またね、今度は他にもスタッフがいるので、私たち以外のスタッフがもしかしたら登場するかもしれませんし、今後ね、オンラインで参加してくださる皆さんが、どんなことを、やってほしいかとか、そんなリクエストもいつか、受け付けることができたらいいななんて思っています。はい。皆さんと一緒に作っていくプライドハウス東京、レガシー、これからもですね、感染予防対策を講じながら、安心安全な場づくりを目指していきますので、皆さん、どうぞ、よろしくお願いします。スタッフの人数もですね、いつもよりはスタッフの人数を少し減らして、現地で対応するスタッフと、今回の私のように、オンラインで、対応するスタッフとっていう、そんなところも、工夫して、いますので、今後もですね、スタッフ一同、いろいろその時の状況に応じて相談しながら、また、運営をしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。あかねさんもありがとうございました。ありがとうございました。はい、また、現地でお会いしましょう。そして、今日お忙しい中、この配信を見てくださった方、そして情報をシェアしてくださった方、本当にありがとうございました。いろいろな場所でまたお会いできるのを、楽しみにしております。それでは、今日の配信はここまでです。またお会いしましょう。ありがとうございました。ではいいです。